国王や女王によって築かれ、彼らの領土を守り統治するために、城は攻撃に耐えるだけでなく、その権力と富を示すことが求められました。そのため、堅牢な塔や、堂々とした壁が、華麗で緻密な部屋や玉座の間と共に建てられました。これらの城は、しばしば谷の入り口、山道の入り口、または輝く湖畔など、戦略的で壮大な場所に建てられました。歴史の重みを加えると、息を飲むような景色の中にあるこれらの素晴らしい建築物は、ヨーロッパでいくつかの最も美しい城となりました。今回は、優雅で幻想的なヨーロッパ古城10選をご紹介していきます。ノイシュバンシュタイン城は、ドイツの風光明媚な南部バイエルン地方に位置する、まさに童話から抜け出したような美しい城です。建設は19世紀半ばに始まり、バイエルン王ルートヴィヒ2世の夢とロマンティックな想像力によって生み出されました。白い尖塔が空にそびえ、壮麗な外観はまるでおとぎ話の中にあるようです。城内に足を踏み入れれば、豪華な装飾や美しい絵画、そして中世の雰囲気漂う部屋が広がります。特に、バイエルンの歴史や文化に触れることができる展示室は見逃せません。ノイシュバンシュタイン城の全景を写真に収めるなら、城から徒歩15分ほどの場所にあるマリエン橋からの眺めがおすすめです。渓谷に架けられている吊り橋はスリル満点です。ノイシュバンシュタイン城はディズニーのシンデレラ城のモデルとしても知られ、世界中の観光客が訪れる魅力的なスポットです。バイエルンの美しい自然と歴史に触れながら、幻想的な雰囲気を楽しんでみてください。世界遺産に登録されたセゴビア旧市街にあるアルカサル城は、三方を断崖で囲まれた天然の要塞ともいえる場所に位置しています。この戦略的なロケーションは、敵の攻撃から身を守るには最適です。スペイン語で城や宮殿を意味するアルカサルは、まさに難攻不落の城を象徴しています。アルカサル城は、白雪姫の城のモデルになったと言われています。城の外観はまるで物語の中から飛び出してきたかのような美しさで、特にシンボリックなアルコバサル城の入り口は迫力があります。内部に入ると、迷路のような通路や美しい中庭、そしてロマネスクやゴシック様式の建築が見られます。城内には歴史的な展示物や美術品もあり、訪れる人々に古代の輝かしい時代を思い起こさせます。また、城の塔からの眺めは絶景で、セゴビアの街や周辺の風景を一望することができます。特に夕暮れ時には、夕日が街を染める美しい光景が広がります。ポルトガルのフェルナンド2世によって建設されたペーナ宮殿は、1755年のリスボン地震で、廃墟となった山頂の修道院を1836年に再建され、ポルトガル王族の夏の離宮としての役割を兼ね備えることになりました。この宮殿は、しばしばポルトガル版ノイシュバンシュタイン城と呼ばれ、19世紀のロマン主義建築の傑作として知られています。ゴシック様式、ルネサンス様式、マヌエル様式、ムーア様式などの様々な建築様式が融合されており、シントラの代表的な観光スポットの一つとして人気を集めています。内部に入ると、豪華絢爛な装飾や美しいタイル絵が目を楽しませます。宮殿の各部屋は、異なるスタイルや時代の影響を受けた装飾で飾られており、訪れるたびに新たな驚きが待っています。特に、アラビア風の中庭やリッチな家具、宝石を思わせるようなステンドグラスなどが見どころです。シントラ郊外の山頂に建築されているペーナ宮殿からの眺望は素晴らしく、特に建物の周りに作られている通路からは、シントラの街や大西洋を見渡すことができます。
ルーマニアのトランシルバニア地方に位置するブラン城は、世界的に有名なドラキュラ伝説の舞台として知られています。その壮大な外観と悪名高い歴史が、訪れる人々を魅了しています。そのドラキュラ伝説の主人公が、15世紀に実在したワラキア公ブラド3世。攻めてきた他国の兵士に対して行った拷問や処刑が異常な残虐なものだったことから、ブラドツェペシュ、櫛刺し公という別名がある人物ですが、ルーマニアでは、オスマントルコ軍と勇敢に戦った英雄とされています。しかし、実際のところブラド3世は、ブラン城には居住はしておらず、この辺りは小説、ドラキュラによって誤解されたという経緯があるようです。このブラン城に住んでいたのは、彼の祖父、ブラド1世だったそうです。城の周囲には美しい山々や森林が広がり、散策しながら景色を楽しむことができます。特に、城から眺めるカルパティア山脈の風景は息を飲むほど美しいです。ウェールズは、ヨーロッパでも、類まれなる古城の密集地帯として知られています。この小さな国土には、鉄器時代から中世に至るまで、丘陵城塞やローマ遺跡、そしてウェールズ王子や、イングランド王の城が点在しています。その中でもコンウィ城とその外壁は、イギリスで残存する中世の要塞の中で、最も素晴らしいものです。世界遺産に登録されたのも不思議なことではありません。コンウィ城は、中世の壮大な城塞として、ウェールズの歴史と文化の象徴として豪然とそびえ立っています。この城は、13世紀にエドワード1世によって建設され、ウェールズの征服と支配の象徴として役割を果たしました。コンウィ城の印象的な外観は、丘の上に立ち、エドワード1世の城塞都市計画の一環として築かれた城壁に囲まれています。その巨大な石造りの壁と城門は、中世の要塞の迫力と威厳を伝えています。ホーエンツォレルン城は、南西部シュバーベン地方のホーエンツォレルン山の頂にある古城です。天空の城との異名を持ち、ドイツ三大美のお城として名を連ねており、まさに、王者の風格を感じさせる壮大な城です。ホーエンツォレルン城は、11世紀に建設され、その後、何度か改築や拡張が行われました。現在も、ドイツ最後の皇帝、ヴィルヘルム2世の直系の子孫が所有しています。特に19世紀に行われた改修では、ロマンティックな要素を取り入れ、その壮麗さが一層際立ちました。城の外観は、尖塔や城壁、そして美しいバロック様式の装飾で飾られており、まるで、おとぎ話の中から飛び出してきたような雰囲気を醸し出しています。内部に入ると、豪華な装飾や貴重な美術品が目を引きます。特に、宝石や宝飾品が飾られた宝物館や、歴代の王家の肖像画が展示されたギャラリーは、見逃せません。中でも、宝物館のフリードリッヒ大王の遺品や、142個のダイヤモンドを散りばめた皇帝の冠などは必見です。ドイツのエルツ城は、中世の騎士のロマンティックな夢を現実のものとするような美しい城で、ラインラント・プファルツ州のトリーアとコブレンツの間、モーゼル川の中流にあり、ノイシュバンシュタイン城、ホーエンツォレルン城と共にドイツ三大の美しい城の一つとされています。エルツ城は、1486年に作戦選定校によって建設され、その後数世紀にわたって拡張や改築が行われました。過去の戦争で、一度も陥落したことがなく、850年以上も同じ家系エルツ家によって代々所有されています。この城には、歴代の王族だけでなく、有名な詩人ビクトル・ユーゴーも訪れ、その美しさに感動したという記録が残っています。さらに、1961年から1995年まで、ドイツの500マルク紙幣にはエルツ城の景色が描かれていたとのことです。エルツ城の周囲には美しい庭園が広がっており、
散策しながら景色を楽しむことができます。展望台からは、エルツ山脈や周辺の風景を一望することができ、息を飲むような絶景が広がります。スロバキアのスピシュ城は、中世の壮大な要塞として、丘の上に佇む壮麗な姿で、訪れる人々を魅了しています。スピシュ城は、スロバキアの東部に位置し、ユネスコ世界遺産として認められているお城で、その大きさはヨーロッパでも最大級です。スピシュ城は、12世紀に建設され、その後何度も改築や拡張が行われました。特に、13世紀にはロマネスク様式からゴシック様式への改装が行われ、その後の年月には、さらなる拡張が行われました。その歴史的重要性とは別に、ロマネスク様式、ゴシック様式、ルネッサンス様式の建築要素の見事な組み合わせを際立たせています。しかし、1780年に大火災で焼け落ち、廃墟と化してしまいました。スピシュ城の周囲には美しい自然が広がっており、散策やハイキングを楽しむことができます。展望台からは、スロバキアの美しい風景や山々を一望することができ、絶景が広がります。フランスのロワール渓谷にあるシャンボール城は、ルネサンス期の建築の傑作として世界的に有名です。この壮大な城は、フランスのルイ14世のお気に入りであり、その豪華な装飾や壮大な庭園が訪れる人々を魅了しています。シャンボール城は、1519年にフランスのフランソワ一世によって建設され、レオナルド・ダ・ヴィンチの構想によるものとされており、ロワール渓谷内の城のうちでも、最大の規模と異様を誇る城です。城内に入ると、贅沢な装飾や壮大な宮殿の内部が広がります。特に、二重螺旋階段や豪華な居室、そして宮殿の宝物室は見どころの一つです。また、宮殿内の美術館や歴史的な展示室では、貴重な美術品や古代の遺物が展示されています。シャンボール城の周囲には美しい庭園が広がっており、バラ園や噴水、そして美しいランドスケープが訪れる人々を楽しませています。またシャンボール城公園は、パリ市と同程度の広さを持つ、ヨーロッパ最大の囲いのある公園です。イギリスのウィンザー城は、英国王室の象徴として古くから称えられてきた壮大な城です。また人が住んでいる城としては世界最古かつ最大です。ロンドンからわずか数マイルの距離に位置し、ウィンザーの美しい街の中心部にそびえ立っています。ウィンザー城は、11世紀にウィリアム1世によって建設され、その後の数世紀にわたって王室の居城として使用されてきました。その歴史的な価値と壮大な建築様式は、多くの観光客を魅了し続けています。城の外観は、美しい石造りの壁や尖塔、そして堂々とした門が特徴で、まるでおとぎ話の中から飛び出してきたような姿をしています。内部に入ると、豪華な装飾や貴重な美術品が訪れる人々を出迎えます。特に、宮殿の中庭や宮殿の部屋、そして歴代の王家の肖像画が展示されたギャラリーは見逃せません。エリザベス女王が多くの思い出を刻んできたウィンザー城は、今も英国王室にとって大切な場所です。ウィンザー城で、現在も行われる祝日のセレモニーをはじめ、ロイヤルウィンザーのホースショーやレースなど様々なイベントが開催されています。